リガズイカスタムは、劇場版、逆襲のシャアにおける、オリジナルモビルスーツバリエーションとしてデザインされた機体です。リガズイの再設計機で、バックウェポンシステムが本体と一体化した上、簡易的な可変機構を備えています。もともと、リガズイに不満を持っていた、アムロレイの上記として計画されていましたが、ニューガンダムが開発されたため、計画は凍結されました。今回は、そんなリガズイカスタムについて解説させていただきます。まず、リガズイカスタムの原型機となるリガズイは、グリプス戦役時の名機である、ゼータガンダムの簡易量産機として開発されています。ゼータガンダムの量産計画自体は以前から進められており、グリプス戦役時には、カラバが変形機構を簡略化したゼータプラスを少数生産していました。しかし、ゼータプラスは、コストや運用面の問題から、本格的な量産はされませんでした。これは、ゼータガンダム最大の特徴である、ウェイブライダー形態への変形機構が非常に複雑だったため、コスト高や整備性の悪化を招き、量産化の障害となっていたからです。そこで、アナハイムエレクトロニクス社は、変形機構を省略して、ウェイブライダー形態の機能をオプションに代替させることで、本格的なゼータの量産化を目指そうとしました。こうして開発されたのが、リファインガンダムゼータ、略してリガズイです。RGZ91 リガズイは、ゼータガンダムのモビルスーツ形態時の構造をコピーしています。しかし、特に、胴体に複雑な変形機構を持つゼータガンダムと異なり、リガズイの変形機構は脚部のみで、変形時の機能は、オプションパーツであるバックウェポンシステムに集約されました。なお、バックウェポンシステムを装着したリガズイはスペースファイター形態と呼ばれます。このように変形機構をなるべく簡略化したことで、変形に伴う各パーツの細かい位置調整などが不要になり、運用ハードルはかなり低くなりました。また、胴体の変形機構が排除されたことで、構造強度を保ったままサブジェネレーターの搭載が可能になりました。さらに、アームユニットも構造が単純化したため、ジェガン系と共通のフレームや部材を使用できるようになり、生産コストも低下しました。一方で、各部材に最新の技術やデバイスが投入されており、ゼータガンダムと同じく、バイオセンサーを積載したことで、スペック的には、モビルスーツ、ウェイブライダー形態ともに、オリジナルのゼータガンダムに匹敵する性能を達成しているようです。一方で、武装面では、もっぱら専用武装が用意されており、ビームライフルは、エネルギーキャップシステムを改善したメガエネルギーパックを採用。他には、腕部と腰部のグレネードランチャー、ビームサーベルやハンドグレネードを装備。また、バックウェポンシステム側にも、大口径ビームキャノンと2機のビームキャノンといった武装が搭載されており、ゼータガンダムよりも火力が向上しています。こう見ると、一見、ゼータガンダムの量産型として、かなり高い完成度を誇る機体に思えますが、バックウェポンシステム装着時は旋回性が低く、動きが直線的になるなどの欠点もありました。さらに、バックウェポンシステムを切り離すと、戦闘中の再装着がほぼ不可能になるという欠点を抱えてしまったため、ゼータガンダムほど柔軟な運用はできません。ちなみに、リガズイのバックウェポンシステムは、書籍エンターテインメントバイブル3では、再装着できないと記述されていましたが、マスターグレードリガズイの説明書やモビルスーツバイブルでは、ドッキングコントロール機能が最低限しかないので、戦闘中に再度合体するケースはほとんどないとされています。また、本機のバックウェポンシステムの兵装はウェイブライダー形態でしか使えないので、モビルスーツ形態での火力はゼータガンダムと大差ありません。このように問題点も多いので、作中の人物からは酷評されており、小説ベルトーチカ・チルドレンでは、ブライトからありゃ、どうもな、大丈夫かと心配されたり、ケイラからは、バックパックを装備したままでは機動性が落ちすぎると忠告されています。また、ハイストリーマーでは、チェーンから、あれは玩具とまで言われていました。なお、小説版によると、以前の戦争で使用されたガンダムタイプは、ニュータイプに使われることを恐れた連邦に秘匿されていたようです。そのため、アムロは、ゼータガンダムの配備を要請したものの、受理されず、戦力増強が叶わないという状況にありました。そこで、新規に機体を製造した方が早いということで、リガズイが設計されたのですが、アムロ自身、リガズイの性能が満足いくものではなかったため、ニューガンダムの建造に踏み切っています。このように、バックウェポンシステムの採用で、
変形機構の簡略化を図ったリガズイですが、現場からは厳しい評価となりました。そこでアナハイムエレクトロニクス社は、実戦で検証されたバックウェポンシステムの問題を改善すべく、リガズイの発展機の開発に取り掛かります。こうして開発されたのが RGZ91B リガズイカスタムです。本機は書籍 B クラブスペシャル15機動戦士ガンダムモビルスーツ大全集で初登場した機体で、逆襲のシャアオリジナルモビルスーツバリエーションとしてデザインされました。本機はリガズイよりもいわゆるガンダム顔になっており、これはデザイナーの秋田上菓がアムロ専用のリガズイというテーマでデザインする上で、ガンダム顔は欠かせない要素だと考えたためと語られています。リガズイカスタム最大の特徴は、変形機構をオプションに依存せず、単体での簡易変形が可能な点にあります。リガズイではバックウェポンシステムが実質的に使い捨ての並走となり、再変形や装備の再利用が難しいことが問題となりました。そこで本機では小型化したバックウェポンシステムを本体と一体化しつつも、機体本体には複雑な変形機構は組み込まず、脚部等の最小限の変形で可変機として成立するように再設計しました。これによりバックウェポンシステムの再装着の手間がなくなり、運用性やコストパフォーマンスが向上しています。また背部のバックウェポンシステムはモビルスーツ系対人デッドウェイトとならないよう工夫されています。まず機種ユニットは下方に折りたたみできるようになりました。また側面ユニットは可変翼になったので、モビルスーツ系対人にはウィングバインダーとして機能します。さらに機体各所にアポジモーターを増設することで、モビルスーツ系対人の機動力も向上させています。中でも腰部側面にはニューガンダムと同じ3点アポジモーターが採用されるなど、本機がリガズイとニューガンダムの中間に位置する機体であることが伺えます。またバックウェポンシステム側の武装のほとんどがモビルスーツ形態でも使用できるように改良されています。武装としてはバックウェポンシステムの側面に3連装ミサイルランチャーとハイパービームサーベルを1機ずつ搭載。なおハイパービームサーベルはウェイブライダー系対人ビームランチャーとして使用可能です。また機種にはメガビームキャノンを装備しています。モビルスーツ本体側には頭部に 60mm バルカン砲を搭載。両腕部にはゼータ系列機らしく2発のグレネードランチャーを内蔵。腰部はグレネードランチャーの代わりにビームガンを搭載。また携行兵装としてビームアサルトライフルが用意されています。設定上はどのような性能の武装なのか不明ですが、バトーペ2やジーゼネーターナルなどのゲームでは連射式のライフルとして扱われています。こちらはウェイブライダー系対峙も使用可能で、変形後は機体側面に装着されるようです。なおシールドはリガズイと同じものが採用されています。こうしてバックウェポンシステムの効果力とモビルスーツ系対峙の高い汎用性を両立した機体として設計された本機の登場により、可変機構をオプション化するバックウェポンシステムの有用性が見直されることになりました。そしてバックウェポンシステムを利用した準可変機ではなく、メタスや Z2 といった簡易可変機が再評価され、後にラプラス事変などで活躍する量産可変機リゼルの開発につながっています。このようにリガズイとリゼルをつなぐミッシングリンクともいえるリガズイカスタムですが、そもそも本機はリガズイの性能に不満を感じていたアムロレイの専用機として開発が進められていたものの、アムロが自身で設計したニューガンダムの開発を優先したという背景から、本当に実機が製造されたのかわからない幻の機体とされていました。しかし先日公開された先行のハサウェイキル系の魔女でまさかの登場。そのため最低でも1機は試作されていたと考えられます。作中ではダバオ基地にてビームアサルトライフルを装着したスペースファイター形態で地上を移動する姿が確認されました。ちなみにバックウェポンシステムを装備したリガズイは宇宙でしか登場しておらず、しかもウェーブライダー形態ではなくスペースファイター形態と呼ばれることから、リガズイに大気圏内での飛行能力があるのかは不明でした。しかしキル系の魔女における本機が単独のスペースファイター形態で滑走路を移動していることから、リガズイカスタムはもちろんのこと、リガズイも大気圏内での単独飛行も可能なのかもしれません。なおキル系の魔女で明確に登場したのはそのシーンだけなので、どう活躍したのかは不明です。しかし
レーン隊の一機としてアリススプリングスへ向かっていることから、バリアントを撃沈したのが本機という可能性もあります。また、大気圏内での単独飛行が可能なペーネロペやアリゼウスと編隊を組むのであれば、同じように単独での飛行が可能な可変機が積極的に配備されるのは当然のことなので、ハサウェイがアリゼウスにニューガンダムの幻影を見たように、もしかしたら第3章では修理が終わったペーネロペに随伴する形で登場し、ハサウェイがリガズイカスタムのバックウェポンシステムを破壊してリガズイの幻影を見るという展開になるかもしれません。キルケーの魔女ではハサウェイといえばクエスに目が行きがちですが、そもそも自分が撃ってしまったチェーンを直視できないようにも見えるので、第3部でどうなるか気になるところです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。